はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。今回、お二人フォトグラファー、ビデオグラファーとして活動されている二人集まっていただきまして、今回はフォトリーディングということで、今日、何枚か写真を持ってきていただいた中で、その写真を読み解くっていうことをちょっとずつしていただこうかなと思っております。はい。じゃあまずちょっと二人の、自己紹介をお願いしていいですか？はい、じゃあ俺からですか。どうぞ。はい。小鳥の中山です。普段写真を撮ったり、あとバンドとかもやってて、音楽ドラマを中心にやります。で、写真はストリートが多いかな。インスタグラムにアップしたりしてるのはストリートが中心だったりして、あとでもフォートネットとかもたまに撮ったりしてますね。はい。じゃあこんな感じで。はい。はい。小鳥の高橋です。ちょっと恥ずかしい。小鳥の高橋です。はい。自分も中山翔太と近いことをしてて、スナップを、中山はフィルムカメラに対して自分は今はデジタルでよく撮っていて、でもそのところ、映像もちょっと撮ったりはしてますけど、基本的には今写真なるほど。を中心に。で一応今回テーマとしては、読み解くっていうところで、フォトリーディングっていう言葉を、僕たちの方で、用意していると思うんですけども、このフォトリーディングって多分聞きなじみのない方がまさに多分いっぱいいると思うんですけど、ちょっとこの言葉の説明も一緒にしてもらってもいいでしょうか？そうですね。読み解く、日本語にしちゃうと読み解くっていうことをしたいんですよね。で、普段その写真なんですか、 iPhone でもそのパシャパシャ撮れるんですけど、そのただ撮ったやつをいいねっていうその先のことをちょっとやってみたくて、例えばその写真のその構図とか、あとその色彩の感じとかからそれをよく分析して、なんでその自分たちはこれをいいって思うのかなとか、どういう部分にその感動してるのかとか、どういう効果をその写真が持っているのかっていうのをより3人で解いていったら結構面白いんじゃないかなと思って、より深読みしていくじゃないんだけど、そういうのをしたくて、フォトリーディングっていう言い方を今回使わせてもらって。じゃあ結構作者の意図であったりとか、その人はなんでここにこれを置いたのかみたいな、そういうのを読み取って、その人がどういうことを考えながら撮っていったみたいなのを自分たちでちょっと考えてみようみたいな感じなんですかね。その撮影者のこともそうだし、逆にそれを見る人もなんでこう思うのかっていうのをどっちの視点でも見たらなるほど。面白いね。面白そうですね。感じかな。はい。なんかコードさんもいや、そうありますか？いや、もう今おっしゃる通り。だって全部喋ってくれたんだ。確かに喋っちゃった。俺もう全部聞いてたら、ちょっとこの辺は回を重ねるごとにそうですね。バランスがね。でももともと写真に情熱っていうか、そういうフォトリーディングだとか、写真に対してこうアートな側面でこう関わっていくっていうのにこだわりを持っているのは中山の方。中山さんあれですよね、個展とかもやられてるんですよね。やったいろいろ人に見てもらったりとか。ちょっと今回自分が用意してきたのはそういう写真なんですけど。あ、そうなんです。そうなんです。はい、一応紹介したら。じゃあちょっとそういった見識も一緒にこの読み解きに使っていただけたら何か面白いものが生まれるんじゃないかと思います。はい。じゃあということで早速フォトリーディングということで、写真を読み解くということをやっていきましょうか。じゃあちょっとお二人の写真を用意しましょう。 OK です。お願いします。はい。じゃあ今回お一人ずつ2枚ずつですね、計4枚用意していただきました。じゃあちょっと早速なんですけども、どちらからしましょうか？じゃあ自分から。中山さんからいきますか？はい、じゃあ、とっておきの1枚でもいいですし、説明したい方からちょっと写真の、概要といったらなんですけど、フォトリーディングの方をちょっと始めていただいて、いいでしょうか？はい。そしたら自分が今回用意したのは、この2枚ですね。はい。撮影に使ったカメラは、再生イコンコンティナ2って言って、だいたい今から
60年70年ぐらい前のフィルムカメラうんを使ってます。で撮ったのは、2018年にニューヨークに行って撮ったやつで、大体時期は秋頃かな。秋頃これどっちも、その同じ時に撮ってるんですけど、そしたらじゃあ最初こっちのこの感じで大丈夫、はいこの写真からちょっとじゃあ読み解いていこうと思うんですけど、撮影場所はこれメトロポリタン美術館っていう、はいものすごいでっかい美術館があって、それをこうなんていうんですかね、入り口近くで撮ったんですけど、撮った状況としては、おじいさんがこれ車椅子かな、座ってて、でちょうどこう日が当たってるんですけど、はいそれをこう手で眩しくて手をじゃな顔をこう覆っててっていう写真ですね。メインはそのおじいさん、になります。じゃあ早速なんですけど、はどうしようか。とりあえずその状況の説明はこんな感じで、いいいですよ。じゃああんまりこう自分から最初言っちゃうのもあれなんで、とりあえずじゃあそのどう思うかというか、なんだろう、こうたせっかく今ちょっとマネージャー見てくれてるんで、どんな、なんだろう、伝わってくるものじゃないんだけど、そうだね、なんかあれだね、手を覆ってるのがおそらく眩しくて手を覆ってるんだろうけど、めっちゃなんか悩んでるみたいなそうも見えるかもね、っていう風にも見えるし、なんか車椅子っていうのも相まってね、またこんな、後ろに人はいるけどあれだな、てかその話全然ちょっと話変わるけど、あれだね、構図っていうか点で見るとあくまで個人的な解釈になるけど、この日に当たってるところにおじいさんこう明るく白く当たってて、はい。それに対してこう手前に影が入って、このよりおじいさんに目がいくっていう形がすごいいいなっていう。であえてこの斜めってる感じで撮られてる目線が、っていうのも、自分がこう見てるところでこうささっと撮ったスナップショットっていうのが伝わってきて、いいんじゃないでしょうか。いや俺マジででも本当にそんな感じなんだよね。なんかその今回この写真選んで、はい改めて自分でこうなんでこれ自分でこう好きなのかなとかやっぱ思ってると、その光と影のこう対比がしっかりしてたりとか、なんとなくそのやっぱおじいさんだからこうなんと哀愁じゃないんだけど、そういうのもちょっと漂う感じが俺は好きなのかなみたいな。でおじいさん好きだ。おじいさん好きなんだよね。俺おじいさんおばあさん好きだ。そうなんだよ。おばあちゃん子だからなのかな。わかんないそうで、あと個人的になんか新しく最近発見したのは、こう撮影者の方からやっぱこう影が伸びてるのって結構でかいのかなと思って、はいはいはい。なんとなく自分は影の中にいて光の中にいるおじいさんをこう俯瞰的に見てるっていうイメージがこう、なるほどね。そう撮影者側からのそういう視点、うんなんかちょっとこう俯瞰して見てるように思うところが結構ポイントなのかなみたいな。なるほど。そう影を入れるっていうのが面白いですね。多分普通にこう、最近普及しているカメラで、なんかわざわざ影を撮ろうっていう人は多分いないと思うんですけど、なんかそういうのを意識的に入れてたりとかってするんですか、その撮影時に。でも多分撮影した時はそういうのあんま考えてなくて、こなるほどのおじいさんがいてどう切り取ろうかっていうぐらいにしか多分思ってないんだよね。で後から後々見て、そういうのを感じたっていう。そうなんだろう、本当だから画面のこう結構下半分も影が覆ってて、で上の方も影になってるんだけど、この光がある場所の中におじいちゃんがポツンっているっていうのが結構でかいのかなっていうのが、でこれがまたそのちっちゃい子供とか親子とかだったらまた印象が変わるんだけど、おじいさんだったから確かにこういう写真になったのかなみたいなのは結構思うんですよね。なんかその感じがこう出せてて結構個人的に好きな写真なんで、なるほど。今回ちょっと初めての試みてなんですけど紹介させてもらった感じですね。面白いです。なんかこう写真を撮影するっていうところだけじゃなくて、
こう撮影して選ぶところまでがこうちゃんとストーリーがあるというか、なんかこう影が入っていてっていうのは多分その撮影してる当初は今の感じだと想定はしてなくて、でここでちょっと撮ってみたいなっていうのが多分あったんですよね、中山さんの中で。でそれで撮ってみて、じゃあ最終的にどんな写真選ぼうかっていうところで、じゃあこれが良いって思った。いや本当そんな感じなんだよ。なるほど。なんだろう、分析しがいがあるって言い方したらちょっとどうかなって感じなんだけど、そうなんかでもそういう説明もしやすいかなとはちょっと思って選んでみました。はい。後から見るといろいろどんどん自分なりの発見とか解釈がどんどん加わっていくような写真。それがねまたいいね。面白いですね。じゃあちょっとこのタイミングもう一枚の方いきますか。了解です。ちょっとじゃあ真ん中に寄せようかな。じゃあ一回こっち。でもう一枚がこれですね。撮影した場所は自由の女神像ってあるじゃないですか。はい。あれ、そのマンハッタン島からちょっとこうフェリーに乗っていくんですけど、その乗り場に近いところで、そのパフォーマーの人たちが、多分実際にパフォーマンスしてたのかな、してたところに警察が来て事情聴取してるっていうだと思うんですよ。ちょうど帰り際にこの場面に遭遇してパッと撮っちゃったんで、実際どういう内容だったかちょっと分かんない。だけどおそらく状況的にはそういう状況で撮ってみたっていう一枚で、これで自分で見て、さあ説明しちゃう。じゃあ今度は自分から説明すると、なんだろうな、構図的に面白いなって思ったのは、これもそのさっきのこの写真とちょっとこう似てて、下半分と上半分で割とこうなんていうんだろう、状況を説明してるじゃないんだけど、こっから下は割と自分たちから近いところなんだけど、その上半分はもう全く遠い、このビル群を映してるから、なんとなくこうなんか都会的なこう広さというか、都会的な部分ともっとこう日常的な部分を一緒に表現できてたらいいなっていうのは思ったかな。そのビルだけ撮ったのだとやっぱりほらただの都会を映してるだけになっちゃうけど、こういうもっと日常的な部分があるのが俺的には結構いいポイントなのかなと思って、あとはなんだろうな、個人的なそのなんか憧れみたいなのも多分入ってるんですよね。憧れ、ニューヨークに対しての、あんまりでもそこはどうなのかなっていう気持ちではあるんだけど、そこもでっかい憧れっていうのはちなみにどういった？いやもうシンプルにニューヨーク、初めて行ったんですけど、この時、すごいこうキラキラして見えたし、俺的にまた行きたいなっていう気持ち。なるほど。こういう光景、この景色も含めて、日本じゃなかなかねそうね、そうなんだよね。まさに海外って感じ。あとなんだろうな、自分で見ててそうね、説明しちゃうと、この赤いジャージ着てくれてよかったなって思って俺、確かにちょうどさ浮き出るじゃん、他の乾いたその石の色の感じとかから、こうパッとこう目に割と中心っていうか、ここの下中心に入ってくるから、結構それも個人的にね。しかも上裸っていうのそう海外っぽいですね。よく脱いでくれたなって感じ。そっか。いやそれもだからもう普通なんだよね、向こうでこう見てると。しかも真ん中そうでね、綺麗に。そうちゃんとなんか多分撮った時は、ここまでは意識したと思うんだよね。思うんだけど、ここまでは計算してなかったんじゃないかなと思って。の人はそんな感じですかね、この写真。どうです？なんか俺も合流したのかな。この人何してんだろうな。合流してるから分かんないんだよ。見えてない。見えてる。この人よく分かんないんだよね。よく分かんないけどちょっと面白いよね。いやね。すみません、ちなみになんですけど、この今2枚写真用意してもらったじゃないですか。写真の大きさから、あとはなんかその周りの白縁の比率といいますか、そういうのもちょっといろいろ変わっていると思うんですけど、こういうのにもなんか自分として意図があったんですかね。いやごめんなさい、これ全然意図なくて、あれ縁だけはつけたかったんですよ。縁だけはつけたくて、ただプリントするときは
決まったそのサイズとうん写真そのもののサイズ感がやっぱあるんで、なんとなく今こういう風になっちゃってる。あんまり意味はない。じゃあちょっとこの大きさにしてみようみたいな、なんかでもこの大きくしたことによってなんか小さくなんか我々が今普段使っている iPhone とか、まあ、スマートフォンで見るようなその描写とはちょっと変わるじゃないですか。例えばそのレンガですか、それ、レンガとかも多分きめ細やかさっていうんですか、そういうのが多分この大きく引き伸ばしたことによってすごいもっと繊細に見えるというか。確かになんかそのフィルム調の感じもこう相まって雰囲気が出るかもしれないね。なんかこういい感じに、なんかそんな印象を僕は受けましたね。初めてのその個展の時に展示したやつを今回その利用してて、そうなんですね。それもあとちょっとサイズがバラバラなんだけど、はい、まあでも縁に着目してもらえたのは俺的には結構新鮮。いや確かに縁あると前でだいぶね違うか。そうですね。なんかすごい、確かにその外国っていうだけでも非現実感はあって、でプラスなんかこの縁があるっていうので、まあ、なんか疑似的にこうフレームがついてるので、なんか非現実感とかなんか別の世界を覗いているような感じは僕はすごい印象を抱いて、なんかさらに非現実感みたいなのはそこでなんか得られたかもしれないですね。あと今一個気づいたんだけどいい？いいですよ。このさ、俺全然今まで何も思ってなかったけど、この自分の、まあ、近くにあったこの木の枝が入り込んでるのも個人的にはちょっと面白いなっていう着目。これ木の下で撮ってるのがちゃんとそのなんか公園内にいるっていう。はい。そんぐらいかな。あともう一個付け出すと、その2018年にそのコロナの前じゃないですか。でコロナのその最中にブラック・ライブズ・マターかブラック・ライブズ・マターっていうその運動じゃないけど、そう起こったじゃん。なんとなくだからでこれもう完全にそのブラックとそう白人なんだよね、警察がね。そうなんかまあよくある日常なんだろうけど、そうだ分かんないんだよね。そのどこまでこうどういう事情があったか分かんないんだけど、そのブラックであることによってなんかよりこう過剰な何かをされていたりはしないだろうかっていうところとか、ちょっとそういうところも、こう反映されていたら個人的にはいいかな。でもそこまでこの力、多分この写真だけだとそこまでその力ないんだよね。もっと具体的じゃないと多分それは説明できなくて、パッと見た感じではそこまで深くはいけないから、ちょっとそこを言うのはどうかなって思ってたんだけど、まあ個人的にはでもそういう状況も軽くこう入ってはいるのかなみたいな、説明しかけたとこかなみたいな。まあでも写真全体的な印象としては結構対比っていうところがすごい強いのかなと思っていて、1枚目の写真も多分そうだと思うんですけど、影とあと明るいところの差だったりとか、あとはまあ2枚目のそのレンガだとあと空の差っていうところ、結構なんか全体的に2つに二分化されてるというか、まあ、木の下から撮ってる自分ともうその青空の下でいる彼だとか、なんか結構いろんなそういう要素みたいなのがすごい対比がすごいあって、だから今みたいな中山さんがこう説明していただいたみたいなところまで、まあ結構多分時間はかかると思うんですけど、深く読み取るっていうところで言うと結構面白い写真なんじゃないかなとは僕の方では思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあそんなところでしょうか。はい、じゃあ中山さんの写真2枚ご説明いただきました。はい、ありがとうございます。じゃあ次、はい、幸田さんの写真ちょっと見ていきましょうか。両方とも同じ撮影の日に撮っていて、で両方ともほぼ同じ近い海で浜辺で撮っていて、こっちからこれはまず機材はソニーの α7-3 っていうカメラで撮りました。自分のカメラなんですね。で、たまたまこの日中山と実はお散歩しながらこう写真を撮ってたんですけど、このね、流木がたまたま何もない砂浜にポツンとこう打ち上がってたんだよね。それでもうめちゃめちゃなんだこれみたいな、もうなんか明らかに一つだけ流木のキャラが際立ってて、誰もいないがポツンと誰か置いたんじゃねえかみ
いや本当にそう、そんぐらいに思った。誰かなんか現代アーティストが実は置いたんじゃないかぐらいのあれで、めっちゃもう2人でね、駆け寄っていって撮った1枚で、この写真を何枚かいろんなポジションで切り替えて撮ったんだけど、最初からこの色味レタッチをしたんですけど、これにする前提撮る段階でもこういう風にしよう、こういう世界観にしようっていうのは結構頭の中でイメージがついてる状態で撮りました。でこの色味とかは結構海外のアーティストとか写真家が自分は好きで、海外のレタッチっていうのかな、雰囲気、海外の写真表現のその質感とかがすごい好きで、海外の写真っていうのは日本と違って結構しっかりと表現されてるっていうな、コントラスト、陰影がありますよね。ね、例えばシルエットだとか、あと質感、一緒か硬い感じとか、硬い感じ、あと暗かったり、結構ちょっと暗めだったりとか、ちょっと色あせてる、シネマティック、ちょっと違うからなんかっていう感じが好きでそういう風に撮りました。はい。永山さんから見てなんかこの写真の印象みたいなところってまずそうだね、なんかシンプルにまずかっこいいなっていうのが一つと、なんか神話的って言い方をすると結構抽象的なんだけど、神話の世界にいるような雰囲気に引き込まれる写真だなと思って。確かになんか草原さみたいなところがすごいありますよね。そうなんかね、なんでだろうなって思ったら、まず雲、なんだろう、青くしてるのも多分でかいなとか思う。なんかなんだろうな、ちょっと怪しさというか、雲が迫ってきてたりとか、やたらちょっと黒めの砂浜だったりとか、海は海なんだけど、いわゆる普段見てるような海とまたちょっと違う感じがあって、その雰囲気作りがまずすごいよくできてるなっていう、なんか世紀末じゃないけど週末感みたいな、でもそんな感じだから、いい意味でのダークさというか、そういうところがよく表現されてるなって思うし、あと3本のラインっていうか、砂浜、海、空っていうのが分かりやすく3つに段階が分けられてるところも結構なんていうの、大体に入ってくるところなのかなみたいな。でその上で白い息がパッとくるから、すごい印象的に映るというか、そんなイメージですかね。なんか草原さっていうところで、なんかこの写真見て確かに最近の作風でいうと海外の方がよくやられてるコントラスト色彩高めでっていうところだと思うんですけど、なんか僕の印象としてなんか浮世絵がすごいイメージとして出てきたんですよね。なんか陰影というよりかはなんか一つ一つのフォルムだったりとか、木の形、空のなんていうんですか、この波打つ感じごめん、お腹が鳴っちゃって、ここカットして、ちょっとお腹減っちゃって、鳴っちゃってそうなんか陰影がある感じというか、なんかその一つ一つのオブジェクト、一つ一つに要素がなんかちゃんと際立っているっていうところがなんか逆に日本っぽいのかなっていうのはすごい印象として感じたんですけど。いやちょっと嬉しい。わびさびの感じとかもあるかもね。この枯れてる感じとか。確かに。なるほどね。確かに。なんか今来た。もしこの木がなかったらさ、でもこの3色だけだからただの抽象画みたいになるなと思って、木がやっぱポイントだよね。確かに木があるところで。それはもう。そう。あと、これ俺が個人的に思ってることだけど、海から手が伸びてるようなとか、ガッてこういうイメージがあって、それもまたちょっとなんかね面白いなっていうか、流れ着いたんだろうなみたいな。ここにちょっと乗り物感ない？乗り物感ないね。なんかね、ちょっと勝手にそう見えて、なんでそう見えてるのかちょっと分かんない。ナンパ線じゃないけど、なるほど。打ち上げられてもここにずっと佇んでますみたいな。でもそういうなんか時間の流れ的なのを感じさせるものではあるよね、この彼の。そういう作品、新鮮さっていうか、なんか
すごいこう長い時間を説明して時間っていうかこうあーそういう感覚をこうある意味こう説明してるような確かにそういう詩的な部分もこの木に打ち上げられたこの木にストーリーがおそらくあってで最後の最後にここに流れ着いた、で多分その感覚をこういう色味と硬さで表現したって感じですよね。いやこういう風に見えてたんですよもう見えてたっておおかっこいいですね。じゃあここだけねあーてかだってこんな暗くなかったもんね本当は、うんもっと明るくてうん普通のお散歩日和って感じだったのに、うん見た瞬間うわー何やこれみたいなパシャーンはいドーンこれです、じゃあもうコウタさんには取られるべくしてここに流れ着いたってことですね。もうこの木は。こんなこと言って本当誰かが追いついた超恥ずかしい超恥ずかしいなんかのファッションしたらさいやそうここでモデル実さんはそう置いといたみたいなあとは捨ててこうみたいはい、じゃあそんなところですかね。な。はい。じゃあ次の写真、最後ラスト1枚になるんですけども、もう1枚の写真も見せていただいて。次縦写真なんですけどはい。これは実はその一緒に中山と、写真撮ってて中山の写真をお借りしましたほ借りて撮った写真なんだっけイオスあれなんだっけな。 1300D これなんかっていうちょっとなんか可愛いちっちゃいカメラですそうまあでも板ってこう普通のというか割とシンプルな、うん初心者でもこれ使いやすいようなさっきの写真は、うんこれ α7-3 って言って、うん一眼、じゃなくてミラーレスミラーレス一眼で題してこの 1300D はおそらく一眼レフうんっていうちょっとだけ仕組みが違う、中の構造が違う、カメラなんですけど、まあ、それで撮って、まあ、解像度は正直その α7-3 とかの方があって綺麗に撮れるんだけども 1300D にしか撮れない、逆に 1300D だからなんかいい感じこうちょっとノイズが出てる粗さが良くなってる。逆にいいのかなっていうでこの絵自体のその構図とかに関してはもうこれもその歩いてたらサーファーのおっさんなのかなこの男性がなんか一人でなぜかが立ち尽くしてね海に向かって多分黄昏れてたんだろうね、知らんけどなんかそれでめっちゃもうそこでああこれもう絵になっとるやんっつってそのまま切り抜いたっていう感じでそこにまあちょっと自分なりのまたこう暗めななんかちょっと哀愁漂うというかまたそれもこう遠くを見てちょっとなんかネガティブなイメージもうちょっとあったんだ、だからそういうのもあってこういうレタッチになったっていうのだけどって感じですね、結構この2つ比べてみてもいろんな要素が多分また変わって見えると思うんですけど、まず縦と横の構図の違いであったりとか、あと意外と空の色とかもその合間に見える青さとかも、まあ、だいぶなんかその割合が違かったりとかして似てる写真ではあるけれども、まあ、その海の感じだったりとか砂浜の映り具合とか、なんかそういうところで別の印象なんか受けますね。確かにこれもう違う砂浜だからね実は、そうだね確かにこっちは人だしこっちは木だしね。なるほどね。なんかそのさっきコウタも言ってたけど、このノイズ、これちょっとあれだね画像よく見ると何て言ったらいいんだろう、紫色のノイズが乗っかってるんだよね。乗っかってるでそれがより雰囲気を作ってるよね。なんていうかこうただその精細な空の色だけじゃないってところがやっぱ面白いし、効果として、あとはこのそのくっきりと人とその影がこう砂浜の中でこう影がねある感じがやっぱかっこよくて、なんだろう、そのさっきネガティブなイメージって言ってたけど、そのネガティブなかっこよさというか、なんかある意味こう変なこう決意じゃないんだけど、なんかそういう風に見えないこともないかなみたいな。まあ、人のね、後ろの背の姿いいっすよね。いやでも本当に背中で語るみたいな。何か思ってるよねでもね。まあね、そうもしかしたらただその黄昏れてただけかもしれないけど、こういう風にレタッチしたところが面白さだよね。なんかね。確かにまあレタッチで間違いなくその自分の解釈を加えたってところはあるかもしんない。あとそのさっきのこの写真に比べてよりこう空が映ってる範囲がこう広いとこもよりこう迫りくる感じが出るというか。確かになんでだろう、なんかその空、まあ確かにね開放感とか
あるしね、なんだろうね、もうちょっとこれズームで撮ってもよかったんだけど、まあよりね広がりを持たせたかったんだな、でもこの感じがでも多分面白いなと思うんだよね、きっと。だからまたその撮ってる対象、メインの対象とのその距離感も違うし、これっちのさっきの写真はちょっとなんかこう何枚か撮ってってだんだんこう自分の中でなんか固めてった考えながら撮ってたに対して、これはもう完全に道なりでささっと撮った写真だから、そういうなんかすぐ撮ったかちょっと考えて撮ったかみたいな違いももしかしたら出てるかも。なるほどね。何かお二人のこう写真をこう拝見して僕は思ったんですけど、こうなんか写真を撮影するっていうところだけにこうとどまらないというか、選ぶっていうところまでがこうちゃんとストーリーを作る原動力というか、この写真自体を作り上げているような気がしていて、何かこう動きであるものとか、なんかこう中に写ってる木と、あと小田さんの2枚目のこの縦写真の人とかっていうと、なんかどちらかっていうと死んでるはずの木の方が動きがあるように見えたりとか、なんかこうレタッチによってこうストーリーをつけたみたいな話をちょっと今聞いたんですけど、まあ、なんかそういうところですよね。こう一番最初にこう思い描いていたものを自分が思っているストーリーに近づけるための操作をしてやっと完成するっていうのが何か、まあ、デジタルの面白いところっていうの多分あると思うんですよね。やっぱ雰囲気が全然変わってくるもんね。こっちの方が、まあ、ちょっと生の写真っていうか、そうですね。なるべくその当時の状態を、まあ、その当時の自分の感性でこう切り取っていく。結構自分はそのレタッチありきで撮っちゃう癖みたいなところがあって、だからまあそういうなんだろうね、なんか編集ありきの写真になっちゃってるっていうこの2つの違いはある。でもどっちも面白いよね。そういうその強みをそれぞれこう生かしてるというか、特性をうまく使ってて、そうですね。こう並べると違いがよりこう出るから。ちょっと細かく聞くことできなかったんですけど、デジタルとフィルムの違いってなんかこの4枚でなんかちょっと見て取ることができるんですかね。まあ、例えばそのレタッチが例えばしてあるのがデジタルとか、あとはなんかそのフィルムでも色味をちょっと考えてすること、印刷することができるとか、なんかそういうところで違いみたいなのってあったりするんですかね。そうだね。なんかまあそもそもこれでもこれ割となんだろう、取って出しに近いっていうのかな、あんまりこう手をつけてないんだよね。例えばその自分で全部プリントまでできる人だったりしたら、きっともうちょっとやり方が変わってくるのかなみたいなところは結構フィルムだけどそのデジタルで行うような作業が、でもここまでこうなんか固くするとかっていうのはまた別なのかなみたいに思うので、それぞれの持ってる良さを違う形でこう出せるのはすごい面白いというか。これとかフィルムではちょっと違うもんね。これはいいし、逆にそうだね。まあミラーレスでこれもうなかなかこのね、なんかフィルムだよね、完全に写りがフィルムならでは。それぞれの写り方で変わってくる特性とか、でもそれがやっぱ面白いと思うんですけど。ちなみになんかこうお互いその今使っているカメラ、中野さんはフィルムカメラを使っていたり、まあ、デジタルもたまに使ってると思うんですけど、コードさんの方は、まあ、α7-3とミラーレスカメラを使ってると思うんですけど、まあ、ちょっと最後にこの2つなんかこうカメラをこうなんでこれで撮ってるのかみたいなところちょっと聞いて、とりあえずここは締めてみようかなと思うんですけど、ですね、まあ、道具にこだわるじゃないですけど、まあ、これを使ってこんないいことがあったとか、多分その一番最初ってこれでちょっと撮ってみたいなとか、なんか僕もちょっと撮影をしたりするんですけど、多分そういうイメージから入ってってそのものの良さが知れたりとか、あとはもう最初からこれが撮りたいと思って多分選ぶ人もいると思うんですよ。なんかどうやってこのカメラを選んでこういう写真を撮るに行き着いたのかがちょっと気になりました。多分こうあんまりこうドラマチックじゃないんだけど、その自分でフィルムカメラを選んだのは多分世の中でそのフィルムカメラのブームが起きている中に多分自分も入ってただけだと思うんですよね、最初は。そうでニューヨーク行く前に何か買っていこうと思って、その初めて行ったお店でちょっとこうギミック感っていうか、男の子感じゃない、男の子心をくすぐるじゃないんだけど、ちょっとこうメカメカしい感じのデザインが可愛くて、俺はその再生コンティニュー2っていうのを選んでみて、でもなんか、やってるとそのアナログ感がやっぱ面白かったりとか、
ったら重いんだけど、それでこうセルフポートレートでカメラと一緒に写ったりすると、それもそれでまたかっこよくて結構お気に入りだ。なるほど。多分そんな感じかな。コーダさんはミラーレスカメラ、これなんかこだわりがあって。もう初めて実は買ったカメラいきなり大奮発してで結構いい値段するカメラだったけど、はい、これ最初実は映像やろうと思って、っていうのも、ね、信也君と信也君にこの今、映ってないですけどにこう誘われてこうハマる、まあ元々2人か、2人でこう、まあこのそうです間柄でそれでちょっと映像の方を先に作りたいと。でもまあ写真も撮れたらいいなみたいな、で調べていくうちに、まあ、アルファシリーズ、ソニーのアルファシリーズは実は初心者にすごくいいよ、どうやら良さそうだってなって調べていくうちに、まあ、多分でもこれどうせ続けてったらもっといいの欲しくなるんだろうなって思って、まあ、満足できるのどこかなみたいな探したらアルファ7-3になっちゃったっていう。なるほど。最初からそれすごいでしょ。何やってんでしょう一緒に買いに行きましたもんね。それでそうまあ結果なぜか写真をめっちゃ撮ってるっていう、まあ面白いけどね。まあでももう申し分ないっていうか、もう何の不満もないいいカメラですね。じゃあ導入としてこのカメラをこう使い始めるっていう感じなんです導入として面白いですね。導入して結構ハードル奮発しましたね。いきなりカメラ買うにはちょっとってなるけど、まあ間違いなく不満はない。いいカメラです。はい、じゃあそんなわけで、お二人の写真4枚、フォトリーディングしてまいりました。どうでしたか、お二人、長野さんから。いやでも楽しいですよ。普段ここまでこう考えないことはないんですけど、いざやるってなると説明できないことが結構多かったりして、なんかそう自分が何をいいって思うんだろうっていうのをよりこう言葉でなんか理解できた感じが、あとその人の写真も分析するって結構楽しいなっていう、これからまたちょっとよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。私はもうシンプルにカメラになれます。あ、カメラね。俺だって何であ、分かる。続けていけば多分もっとねこういろいろと確かに喋りたいな。いや反省はあって反省の話だ。はい。まあ最初はこんな感じで。でも楽しみです。楽しめましたね。ご容赦いただけたら。はい。まあ僕もちょっと間ちょくちょく口挟みをちょっとさせていただいたんですけど、まあ2人こう全然違うカメラで、まあさらに違うイメージを持ちながら違うストーリーをこう組み立てて。で焦点とかも結構違ったと思うんですよ。コウタさんの場合は結構この人をここに入れたいっていうのは結構決まっていてこう写真を構成されているイメージがあって、で逆に中山さんの場合はこう風景として全体を捉えてここに何がいてっていうところで何かこう全然違う要素がこう組み合わさってるのがなんかこうお二人のまあ性格とかなんかそういったものがにじみ出てて面白いなと思いました。まあこれもまたちょっと何回かこう繰り返していくうちにこうお二人のこう写真遍歴といいますか、まあ、なんかこれまでどういったことをこう通じながらこう写真と向き合ってきたみたいなところもちょっと触れられたら面白いんじゃないかなと思いました。はい、はい、じゃあそんなわけで今回フォトリーディング、まあ、お時間ちょっと足りなかったかもしれないんですけども今回ここで終わりにしたいと思います。はい、はい、じゃあ最後画面の向こうの皆さんに挨拶して終わりにしましょう。ありがとうございましたという感じで、はい、面白かったらチャンネル登録、グッドボタンをお願いします。よくあれですね。いや急にインスタグラムとかもよくそうしてるんで、そっちでぜひそっちにもぜひチェックしてもらって、そうですね。リクエストがあったらそれをここでやったらまた面白いかなと。はい、ぜひチェックしてください。ではありがとうございました。